ボーマンダのステータス解説、ジャスパルと申します。アンバー渓谷にて生息が確認されたボーマンダのステータスが判明したようなので、皆さんと一緒に確認していきながら解説考察していきたいと思います。解禁初日の情報であるため間違っていることなどはあるかもしれません。補足訂正ありましたら概要欄コメント欄に追記いたします。ご了承ください。新たな600族として非常に注目を集めているボーマンダ、まさかすぎるステータスでした。それでは参ります。ということで、ボーマンダのステータス、こちらとなったようです。ドラゴンタイプの木の実が得意なポケモンでした。うひょー、木の実タイプ。海竜バンギラスから続く伝統の食材ポケモンかと思いきや、木の実のポケモンでありました。まさかすぎるし、本当に強そう。なんと、基礎お手伝いスピード46分40秒、2800秒ということで、ひっくり返るくらい強い。もうひっくり返った。強化されたチルタリスが3500秒なんですけど、それよりも10分以上早いという、もはや異常事態とも言えるほどのステータスを誇っております。オーダイルが同じく2800秒で、ハガネールが3000秒ですからね。で、一番木の実の強いヤチェの実ドラゴンタイプ。ということで、もう見るだけでわかるビビるほど強いやつですね。アンバーの覇者となってくれること間違いなしかなと思います。そんなボーマンダの食材、第1食材ほっこりポテト、第2食材あったかジンジャー、第3食材豆ミートとなっているみたいです。なんとアボカドなし。ですが食材のエナジーはなかなか高く、第2食材ジンジャー3個だったりもするので、600族の威厳はこれでもかと発揮している、そんな食材構成には見えますね。ここにアボカドが入ってしまうと強すぎて許されなかったということなんじゃないかなと思います。そしてスキルも強力なんですよね。なんと料理パワーアップ S 鍋拡張スキルです。木の実のポケモンとしては初めて鍋拡張を備えたポケモンとなりました。これね、育ちきったボーマンダって基本的にはアンバーで常に編成していくことになるでしょうから、この鍋拡張がしっかりとね働いてくれる瞬間も多くなるんじゃないかななんてことが考えられます。来年ね、新たなレシピが追加されて、それがスキルの重ねがけ必須な料理だったとしても、ボーマンダがその役を常に担ってくれるかもしれませんね。ちなみになんでスキルは料理パワーアップ S なんでしょうかね。コモルーが鍋っぽいからとかだったりしますかねそこはちょっと謎なんですけれども、メインスキル料理パワーアップ S でした。続いて最大所持数は32個ということで、これ結構多いんですよね。ライチュウが31個であることを考えると、お手伝いスピードの割にはかなり多いことが伺えます。ここもね、600族のなせる技ということなんでしょうかね。最低限はね、スキルの発動にも寄与してくれそうな最大所持数32個でした。そしてゲットするために必要なフレンドポイントは25。海竜、バンギラス、そしてダークライと一緒になっています。ここまで見てきても納得の強さという感じかなと思います。直接ゲットするためのフレンドポイントは25ポイントでした。そして画面右側、進化に関してなんですが、まず達兵衛レベル23で飴40個を使ってコモルーへ、そしてコモルーがレベル41で飴100個を使うことでボーマンダへと進化します。ってことでかなり600族らしいなというところなんですが、違和感に気づかれた方いらっしゃいますでしょうか。レベル41でボーマンダ、これね、海竜バンギラスと同じレベルになってるんですけど、本来ボーマンダって海竜バンギラスより進化レベルが5低い50ジャストなんですよね。彼らは55なんですけれども、なのでポケモンスリープ基準で言えば4分の3、レベル38で進化とかになるかと思いきや、海竜たちと全く同じという調整になっているみたいです。ちなみにね、フライゴンもイワパレスもこれまでの常識に当てはまらない進化レベルとなっているようで、運営さんがね、強さを調整して設定しているとか、そういうことなのかもしれませんね。でもね、これにより今後サザンドラとかドラバルトとか海竜たちよりも進化の遅いポケモンが来ても、このレベル41飴100個ボーマンダ方式にしてくれるかもしれないなということで、そこは期待したいなと思います。ということでレベル41飴100個でボーマンダに進化することができます。そして最初から600族などと随所にね言っているんですけれども、海竜バンギラスボーマンダに共通する特徴として、育成に必要な経験値が多いというものがあります。要するに育ちにくい。レベル上げには通常のポケモンの 1.5 倍の経験値が必要となるんですよね。
育ちにくいけど育ったら最強格ってことで、公式には大器晩成なポケモンっていう愛称で呼ばれてたりもするみたいです。で、それがゲーム内の種族値っていうのの合計が600あるので600族なんて呼ばれてたりするんですよね。ってことで、この育ちにくさこそがボーマンダ最大の欠点となるんじゃないかなと思います。木の実のポケモンであるボーマンダはレベルを上げて木の実エナジーを高めることで強くなっていくデザインのポケモンなので、とにかくレベルを上げたいんですよね。それが大変ってことで、めちゃくちゃ強いんですけど、意外とバランスは取れているのかもしれないななんてちょっと思いました。このあたりはダークライなんかも似てますね。なので、ホリデーの雨ブーストだったり、今後のミニ雨ブーストなんかは結構ね、ボーマンダにも上げたくなりそうなので、なるべく早く厳選を終えて雨ブーストを待てるようにもしたいなぁなんてちょっと思いますね。ちなみに私2アカウント累計1600日以上プレイしているんですけれども、未だに一体もお敵の木の実ポケモンはおりません。達兵衛さんどうぞ対戦よろしくお願いいたします。といったボーマンダとなっております。いや、こんなの強そうすぎない？もうステータス見てビンビン感じる強そうさといったところで、いや本当にね、まさかの食材ポケモンじゃないんかいからのそれを吹っ飛ばすほどの強そうさということで、これはね、アンバーの環境トップ派遣ポケモンになってもおかしくないなと思いますので、ぜひとも素早くお迎えできたらラッキーですね。いや、最初にアボカドのポケモンとどっち探しましょうね。ということで、ぜひね、皆さんの意見感想評価もお聞かせいただけますと幸いです。さて、そしてですね、なんといつもお世話になっておりますレノンクスポケスリ攻略ツールさんでは、もうすでにボーマンダの食材確率、スキル確率の分析が終わっているみたいです。早すぎますよね。これ実際にゲットして SP から逆算して求めているはずなので、もうすでに何体もボーマンダを育てた猛者がいるということなんだと思います。すごすぎますね。ってことで、その恩恵に預からせていただきたいなと思います。ボーマンダの食材確率、スキル確率、こちらとなっているみたいです。食材確率 21.7%、スキル確率 3.4% だそうです。思ってるよりも食材確率高くないような気がしますね。もっとね、マニューラとかオーダイルくらい 25% 近かったとしてもおかしくないかななんて思ってたんですけれども、めちゃくちゃ強そうな数値となっております。で、スキル確率も 3.4% ということで、そんなに低くもないのかなと思いました。でね、これもすでに計算ツールに実装されておりましたので、計算ツールでざっくりといろいろ比較しながら見ていきたいなと思います。ということで、左からボーマンダ、チルタリス、ボーマンダ、バタフリー、ヒーラーのサーナイトにお集まりいただきました。真ん中のボーマンダ以外はレベル60、食材 AAA、木の実のポケモンは木の実の数 S を持っていて、サーナイトはスキルレベル6でスキル確率アップ M を持たせてあります。フィールドはアンバー渓谷、フィールドボーナス 0%、睡眠時間9時間3食付きの想定です。ってことで、まず一番左のボーマンダとチルタリス比べてみましょう。ボーマンダさすがに強いですね。木の実エナジーでは同レベルのチルタリスより 20% 以上も強くなるみたいです。で、食材もボーマンダが上回ってるみたいなんですよね。食材確率こそチルタリスの方が高くなってるんですけど、お手伝いスピードにまあまあな差がありますので、ボーマンダの方が優勢ということみたいです。そしてスキルに関してなんですが、お手伝いスピード無補正、木の実 S、ヒーラー込みで1日2回ほどの発動期待値があるみたいです。これレントラーとマスカーニャと大体同じぐらいか、わずかに上回っているくらいにはあります。もちろんね、スキルのポケモンほどではないんですけれども、結構頼れる場面はありそうだなと思いました。いやー、そんなわけでね、かなりぶっ飛んで強そうなボーマンダというのがここからも伺い知れるのかななんて思います。ただしですね、先ほどもお伝えした通り、レベルを上げるのが大変なんですよね、ボーマンダ。ってことで、何レベルぐらいあればチルタリスレベル60に並ぶくらいなのかっていうのをざっくり見てみました。それが真ん中のボーマンダ、レベル53。53レベルあれば、だいたいレベル60のチルタリスと同じぐらいの木の実エナジーになるみたいです。で、そのレベル53なんですが、
だいたい普通のポケモンをレベル60にするくらいの必要経験値がかかるみたいです。だからチルタリスをレベル60にするのとボーマンダをレベル53にするのはだいたい同じくらいってことで、そこの強さはだいたい同じぐらいって感じなので、それをね基準に能力調整したのかなっていう感じもちょっと伺えたりしますね。レベル60チルタリスであれば第3食材も解放できているので、同じ経験値時点だとわずかにチルタリス優勢と見てもいいかもしれませんね。ちなみに今回はもっと言うとね、ヒーラー込みでありますので、チルタリスの元気チャージが活かされきっているという状況ではないんですよね、この計算結果。なのでヒーラーなしだともうちょっとチルタリスの方が強くなります。ってな感じで、ヒーラー常駐であればさすがにボーマンダがめちゃくちゃ強そうなんですけど、チルタリスはチルタリスで集めるのが結構大変な卵を持ってきたりとか、元気チャージでヒーラーをあんまり必要としなかったりとか、しっかりとね独自の強みを持ってくれているので、すでに育てている人はもちろん大活躍してくれることと思います。そしておまけ的にバタフリーも乗っけてみました。レベル60バタフリー、レベル53ボーマンダに木の実エナジーでは勝てていないんですよね。チルタリスよりもね木の実エナジー的には若干下なのでそんなもんという風になってるんですけれども、アボカドとカボチャの登場により強化された食材ゲット S を持っておりますので、バタフリーもしっかり強そうだなっていうのがなんとなく見て取れるかなと思います。ってことでね、ボーマンダももちろんはちゃめちゃに強力なポケモンではあるんですけど、同じ経験値時点であればアンバーの他の木の実のポケモンたちも同じくらいの強さは持ってくれていますし、みんなそれぞれしっかり強みがあるよってところで、特にねすでにアンバーの木の実担当が育っている方なんかはボーマンダ達兵衛をゲットするのかどうかっていうのは、スキルの料理パワーアップ S が必要かどうかとか、今いる木の実のポケモンの食材がいまいち噛み合わないんだよねとか、そういった木の実の能力以外で検討してみるっていうのも良さそうかななんてちょっと思いました。例えばね、パルはすでにレベル60バタフリーだったりレベル60木の実 S 海流なんかを育成しておりますので、一旦達兵衛は後回しにしちゃって、まずはアボカドだったりカボチャを抑えに行った方がいいのかななんていう風には思いましたね。てなわけで、こういったねざっくりとではありますけれども能力の比較も見た上での皆さんの感想もお待ちしております。アンバーのポケモン誰からゲットしていきましょうかね。といったボーマンダのステータス解説でした。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッド押していただけますと動画制作の励みとなります。アンバーの新情報の動画順次作っていきたいなと思いますので、何卒応援いただけますと幸いです。それでは皆さんが素敵な達兵衛に出会えることを祈っております。また次回の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバーイ。